はい、皆さんこんにちは。最近作業できてなくてですね、今週の動画はお休みかなと思ってたんですが、こんな素材を忘れてたのでご紹介します。これは中古の普通のバッテリーです。そしてこの黒いのが走行充電器、9800円でした。サブバッテリーを追加してたくさん電気を使ってもメインバッテリーを保護しようという企みです。メインバッテリーとサブバッテリーをそれぞれ監視して、メインバッテリーが 27.6V まで上がったら自動的にサブバッテリーを接続して充電開始します。使ってるうちに 25.6V を下回ったらメインとサブを切り離してメインバッテリーを保護します。以前につけたソーラー充電と併用できるものなのか、それも試します。走行充電器はソーラー充電器の横につけることにしました。こんな血線にしてみます。メインバッテリーにはソーラー充電がついているので、太陽が出ている日中はメインバッテリーを 28V ぐらいまで上げてくれます。走行中はもちろんオルタネーターが発電するので、そちらからもやはり 28V ぐらいまで上げられます。そうするとメインバッテリーが先に満タンになって、余力でサブバッテリーを充電してくれるはずです。このシステムの何がいいかっていうと、メインバッテリーには走行に必要な電気だけを担当してもらって、サブバッテリーには電飾や無線機、冷蔵庫等アクセサリーの電気を担当してもらえば、バッテリー上がりを気にせずに電気を使えます。メインバッテリーを大きくしたり4本6本と増やしてもあんまり意味がないと思っていて、走行充電器を使ったこちらのシステムだとアクセサリーの電気をいくら使ってもメインバッテリーの電圧は保護されるので走行に支障がありません。出先でアイドリングストップでテレビ見たり、冷蔵庫をずっと冷やしたり、電気毛布つけて寝たり、イベント会場で電飾全開につけても安心です。黄色の線はサブバッテリーへ。走行充電器のアースは上の鉄の部分に打ち込みました。ヒューズって電気の上流につけるものなので、バッテリーのところにだいたいつけるんですが、充電器の方が上流かな。考えた結果、充電器のところにヒューズをつけて、サブバッテリーから電気を取り出す線には別にブレーカーをつけよう。
この電線は 60A まで流せるので、それ以下のヒューズをつけます。そんなに大きいヒューズは持ってないので、30A を並列に入れて 60A として使いました。ここまでできました。メインバッテリーの電圧が表示されています。サブバッテリーは床に、サブバッテリーの電圧も表示されましたね。次はソーラーとメインバッテリーをつなぎましょうか。メインバッテリーの電圧がソーラーと走行充電器でちょっと違いますね。まあ誤差でしょう。サブバッテリーをつけたら欲しくなるのがインバーターでしょう。定格 2000W で16,000円でした。家庭のコンセントが 1500W までとなっているので、2000W のインバーター使えば何でもいけるじゃろうと思うたのは、結果から言うたら甘かった。電子レンジや電気ケトルは使えます。100V 溶接機はダメだった。スポットクーラーもダメだった。もうちょっと出して 3000W にしとけばよかったかな。インバーターとバッテリーをつなぐと、最初は大抵こうなります。分かっててもビビる。この日はまだブレーカーが届いてなかったけど、もう試したくて我慢できずに直接つないでいます。後日届いてからちゃんと追加しましたからね。バッテリー電圧 26.1V、 交流出力 109V と表示されています。中華製の 1800W のヒートガンは問題なく動きます。つけてから2ヶ月ぐらい経ちました。ソーラーのコントローラーの表示が映らなくなって、1万円ぐらいのちょっといいやつに変えました。2週間ぐらいエンジンかけてませんが、メインもサブもほぼ満充電です。
ブレーカーをここへ追加。とりあえずはうまくいってるんじゃないかな。最近いろんな作業を同時進行でやってて、どれもいつ完成するのかわからなくてちょっとネタ切れ状態です。今年も素人の見づらい動画を見てくださってありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願いします。それでは良いお年を。